キーセンにはいくつかの種別があり、それぞれの役割や特徴が異なっていました。イルペは王様に使えるキーセンです。イペはヤンバン相手のキーセンです。サンペは裕福な平民相手のキーセンです。それぞれについて詳しくお話ししましょう。イルペは王宮に使えるキーセンで、キーセンの中でも最も位の高い存在とされました。王宮の儀式で踊る場面は韓国歴史ドラマでもよく描かれますが、彼女たちがイルペです。また、外交施設の接待も担当していたため、外国語の習得が必須とされていました。さらに、王様の前で芸を披露するという責任も負っており、その美貌や才能を評価されたごく一部のキーセンだけがなることが許されました。イペはヤンバンを相手にするキーセンで、文化的な存在として重要な役割を果たしていました。イペの中でも最も有名なのが伝説的なキーセンであるファン・ジニです。イペは非公式ではありますが、特定の客と深い関係になることもありました。ただし、それはキーセン自身の判断に委ねられていました。イルペとイペは身分上はノビでしたが、実際には中院に近い待遇を受けることも多く、側室になることも許されていました。また、自宅を持つことが認められていました。主に招待された場所へ出向く出張型の活動スタイルで、舞や歌、楽器といった芸術を披露することが主な仕事でした。そのため、文化的、芸術的な価値が高い存在とされていました。サンペは主にギバンと呼ばれる施設で生活し、活動していました。ギバンはサンペの住居であり、仕事場でもあります。平民に人気のある歌や踊りを披露し、また特定の客と深い関係になることもサンペの仕事の一部でしたが、儒教の価値観が支配的だった朝鮮王朝時代では、これは下品とみなされていました。そのため、サンペはキーセンの中でも最も身分が低く、またキーセンとは呼ばないとされていました。それでもサンペのサービスは非常に高額で、裕福な平民しか利用できないほどの贅沢なものでした。サンペで特に有名なのが
朝鮮王朝三大悪女の一人とされるチャンノクスです。チャンギと呼ばれる特定の客と深い関係になることを専門とする存在もいました。チャンギは最も地位が低く、軽蔑の目で見られていたと言われています。イルペキーセンになるためには、巨番と呼ばれるキーセンの教習所に所属する必要がありました。この教習所はキーセンを統括する役割を果たしており、リーダーとしてヘンスという人物がいました。ヘンスとは感触のないリーダーを指します。ドラマの中ではオルシンと呼ばれることが多く、オルシンは親より年上の人物を指す言葉です。キーセン候補の女性たちは巨番に登録され、歌や舞、楽器の演奏、文字や文章の読み書き、漢詩の作成、詩集、医療など幅広い技術を教わりました。イルペになるには、美貌や才能を評価された選ばれた者のみであり、学校を卒業後、王宮に入りました。特定の客と深い関係になることはないことを建前としていましたが、実際には給料に比べて支出が多かったため、特定のヤンバンの妾となることで資金的援助を得ることが認められていました。イルペとの間に生まれた子供が男子なら例外的に養員の子として待遇する制度がありました。女子なら母と同じノビの身分でした。王宮に入ったイルペは30歳頃には引退し、側室になったりしました。巨番で多岐にわたる技術や知識を学んだ後、ごく一部の人がイルペキーセンになりました。他の多くの巨番で学んだキーセン候補の女性たちはイペキーセンとしてデビューします。しかし最初のお客さんがどれほど裕福な人物かによってその後の人生が大きく変わりました。最初のお客さんが裕福なヤンバンであれば、そのキーセンは裕福な暮らしを送ることができました。家をプレゼントされたり、高級なカツラである豪華なカチェを与えられました。また、彼女らはデビューした後も定期的に巨番を訪れて学び続けることが求められました。このようにして彼女らの技術や知識の水準が保たれていました。あまり教育を受ける機会がなかった女性たちがサンペキーセンになりました。
キーセンと呼ばれたのはイルペとイペで、サンペは正式にはキーセンとは区別されていました。彼女たちは仕事場でもあり、生活空間でもあるギバンで働くのが一般的でした。ギバンは現代でいう高級クラブのような場所で、裕福な平民を相手に歌や踊りを披露しました。また、仕事の一部として特定の客と深い関係になることもありました。このようにキーセンにも身分や役割に違いがありました。まだ経験のないキーセン候補の女性が初めてお客さんと寝室で接することを水揚げと呼びます。これはキーセンにとって結婚式や成人式に相当する通過儀礼でした。水揚げは一度きりの機会であり、キーセンにとって最も大きな稼ぎ時でもありました。この際に支払われる多額のお金や贈り物を提供する人物の地位や裕福さによって、その後のキーセンの人生が大きく左右されました。水揚げを経験したキーセンは、既婚者の証として髪を結い上げます。この髪型の名称について調べてみましたが、ファチョモリ、カチェモリ、トレモリなど資料によって異なっていました。そのため、どれが最も一般的であったのかは不明です。また、キーセンの髪型が片側に大きく偏っている点については、抑圧された身分を象徴しているという説や、一人前ではなく半人前であることを示しているという説があります。朝鮮王朝時代、多くの上流階級の家庭では、町民身分の者たちが下僕や女中として働いていました。町民同士の結婚は認められていたものの、ヤンバンとの正式な結婚は認められませんでした。キーセンがヤンバンの側室になることは可能でしたが、正室になることは許されませんでした。町民身分の女性たちに与えられた人生の選択肢は非常に限られており、側室になるか、町民同士で結婚して一生ヤンバンの女中として働くか、王宮でムスリとして働くか、お寺に入り尼となるかといった道しかありませんでした。